こんにちは。今回はこのハエトリソウの病気予防について少しお話しさせていただきたいなと思います。私が住んでいる地域は梅雨入りをしたんですが、去年よりだいたい2週間ぐらい早い梅雨入りになるみたいですね。早く始まって早く終わってくれればいいんですが、なんか今年は少しだけ長い梅雨になるみたいですね。で、梅雨入りしてジメジメした日が続くと、やはりお部屋なんかで気になるのはカビの発生だと思います。で、このカビ菌なんですけども、実は植物の病気の原因になっていること非常に多いんですよね。で、今回テーマのハエトリソウなんですけども、だいたいこの時期になりますとカビ菌が原因で引き起こされる炭疽病やリンパン病に気をつけてくださいっていうことをよく言われております。で、今回このハエトリソウの病気についてお話をさせていただこうと思ったきっかけがですね、皆様からいただくコメントの中に、サラセニアなどの他の食虫植物は割と元気に育っているんだけども、なんかこのハエトリソウすぐ枯れちゃうんですとか、元気がなくなって、来年まで持たないんですとかいうお話をですね、時々こうコメントでお聞きするんですよね。で、いろいろと、原因はあると思うんですけども、私が考えるにサラセニアなどがうまく育てれる環境であるならば、このハエトリソウもですね、やはり元気に育つんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なので思ったのが、もしかするとこの梅雨時期に発生するカビ菌が原因で引き起こされる病気にもともと株がかかっていたのか、その育てていらっしゃる環境でこのハエトリソウがその病気にかかってしまったのかっていうふうなことを思いまして、今回こういったお話しさせていただこうと思ったんですけども、症状としてはですね、この捕虫葉が黒く枯れてくるんですけども、ただハエトリソウって寿命で黒くこのようにですね枯れてくることもありますし、また虫を捕まえてその虫がですね消化しきれずにそのまま閉じたまま黒く枯れることもあります。あと、購入して植え替えたハエトリソウですね、育てていらっしゃる環境と、以前育っていた環境の違いから、購入した時ついていた捕虫葉がちょっと枯れてきたりすることもあるんですよね。で、この以前紹介した京都レッドなんですけども、私も購入した時ついていた捕虫葉、結構元気がなくなってこのようにですね枯れてきて、次に出てきた捕虫葉はこのようにね元気に出てきているんですけども、これはおそらくなんですけども、病気とかそういうのでなくて、我が家に来る以前の環境とですね、我が家の環境の日の当たる時間であったり、光量であったり、そういったものが違っていて、今までついていた捕虫葉が枯れてしまったんだと思っております。なので、なかなか見極めって大変なんですけども、ただ、病気が発生してから手を打つんでなくて、今のうちにですね予防のために殺菌剤を撒いておくっていうのは非常に有効だと思います。で、その殺菌剤なんですけども、いろいろとあるんですが、私はこのダコニール1000というのを使用しております。大変有名な殺菌剤で使っていらっしゃる方も多いと思うんですね。で、私はこの 30ml 入りの箱入りのものを使っております。これとは別にもう少し量の多いボトルに入ってそのままで売られているものもあるんですけどね、私が育てている食虫植物の鉢数だと、希釈して使用するんで、これだけの量あればかなり長い期間ですね使用することができます。中はこういった容器に入っておりまして、で、計量カップもついております。またこの容器ですね、このように目薬みたいに一滴一滴出して使うことができるんで大変便利です。で、このダコニールなんですけども、だいたい1000倍に薄めて使用するんですが、この計量カップ一番少なく測れるので 1ml、1cc なんで、つまり1リットルの水にこの 1cc のダコニールの原液を混ぜれば、1000倍のダコニールの液が作れるんですけども、私が育てている食虫植物全部にこのダコニールを散布してもですね、1リットルあるとかなり余ってしまいます。で、ダコニールに限らず、他の希釈して使う農薬もそうだと思うんですけども、水に溶いた時点から、分解が始まりまして、だんだんと効果が薄れてきますんで、
作ったら使い切るっていうのが、原則なんですよね。今お話ししたように1リットルのダコニール1000倍希釈液を作っても私の場合ほとんど余らせてしまうので、こういった農薬はですねちゃんと正確に測って、希釈して使うのが大前提なんですけども、私はですねこの霧吹きに 200cc200ml の水を入れまして、そこにダコニールの原液を45滴垂らし攪拌し使用しております。これは、本当に適当っちゃ適当なんですけども、だいたい1滴が 0.03 から 0.05 って、これは水とか目薬の場合なんですけどね、言われておりますんで、さらっとした水とダコニールのようにちょっと粘度のある水とだと違ってきますし、またこう出すねこの圧力によっても変わってくるんで、本当に適当っちゃ適当なんですけども、だいたい 4,5 滴で、0.2cc0.2ml になるので、200cc200ml の水に溶かせばだいたい1000倍溶液になるかなということで使用しております。ちょっとね雨がすごく降ってきたんですけども、こういった日はですね使用してもちょっと効果がありませんので、雨の降らない時にですね使用していただければと思います。で使用方法なんですけども、なんていうんですかね、株全体にですねかかるように、葉全体にかかるようにしてください。表もそうですけども裏側もそうですね。あと私はこの鉢にもこのようにかけて使用したりしております。だいぶね雨が強くなってきましたね。はい、降るとは思っていたんですが急にですね、強い雨が降ってきまして、すいません、なんかね後半ちょっとゴニョゴニョってなったんで、また改めてこちらでお話しさせていただこうと思うんですけども、私は少々の雨だったら、あちらのベランダでそのままにしておくんですけども、なんか天気予報を見るとこれからかなり激しい雨が降るみたいなので、こちらに移動させました。で、先ほどねもうお話ししたんですけども、散布するときは株全体にかかるように葉の表裏もですね、十分に散布してあげてください。あと、私はですね、先ほどもお話ししましたけども、この鉢にもかけるようにしております。これは、カビ菌なんで、こういったダウン鉢だったり素焼きの鉢っていうのは、目には見えませんけどもちっちゃな穴が開いているので、そういった中にですねそういったカビ菌が入っていく可能性もあるんで、私は、鉢にもですね散布するようにしております。で今私上からこういうのにかけてますけども、実際に散布する時は出してですね一鉢一鉢やるようにしております。また、1000倍に希釈しているとはいえ農薬なんでね、実際にやる場合は、長袖のシャツを着て手袋をして、ゴーグルをはめるなり、注意をしてください。あと風向きにもね注意して、風があちら側にバーッと吹いている時にですね散布すると、その散布した液がですね風に乗って流されてしまいます。何もなければいいんですけども、そこで、例えば、メダカを飼っているとかそういった場合ですね、あと人がいらっしゃったりするとかかってしまいますんでね、風向きには十分気をつけてください。自分にねかかってくる場合もありますので気をつけてください。で散布する時の、注意点なんですけども、先ほどね急に雨が降ってきたんでその雨の中やってましたけども実際散布する時はね雨の日はダメですよね、流されてしまいますんでね。なので、散布するその日1日はですね雨が降らないそういった日を選んで散布するようにしてください。で、薬剤散布やあと肥料の葉面散布だったり、普通の葉水であったりもそうなんですけども、あまりガンガンに直射日光が当たっている時に散布しますと、すぐ乾けばいいんですけどね、水滴がレンズみたいな感じになって葉焼けを起こしてしまう場合もあるので、曇りの日だったり、日が陰っている時に散布されるといいと思います。でこの薬剤を散布する回数なんですけども、私は梅雨時期に一度散布をしたら2週間ぐらい間を空けてもう一度散布をしまして、その後は様子を見るようにしております。
で、ハエトリソウはもちろんですけども、他の食虫植物にも散布をしております。ただ中には、粘着式タイプのモウセンゴケや虫取りスミレといった食虫植物にはこういったものは散布しない方もいらっしゃるんですけども、私は散布をしております。でこのダコニールなんですけども、殺菌剤なので完全に病気になってしまった株を治癒する効果はありません。なので、完全にこう菌が入り込んでしまって病気になった株はですね、二次感染とかを防ぐために散布するのは効果があると思うんですけども、また別のですね病気を治す薬を散布しないといけないので、そこら辺は覚えておいてください。感染したてって言ったらちょっと言葉がおかしいかもしれませんけども、人間なんかでも、風邪のひき始めはですね割とこう市販の薬なんかでも治ったりしますので、そういったものには効果があるとは思うんですけどね。あとやはり病気にならない株を作るためにやはりしっかりと直射日光に当ててですね、風通しの良いところで元気に栽培するっていうのが一番だと思います。私たち人間も普段からこう体力作りをしてですね、健康であればなかなかこうウイルスなんか入り込んできても、病気にならないこともありますんでね、そういった点では植物も、私たち人間もですね同じじゃないのかなというふうに思います。植物自体もですねそういった、ウイルスに対する、免疫っていうのは持っておりますので、健康で、しっかりした株ならですねそう簡単に病気になったりはしませんので、あまり神経質になる必要はないとは思うんですけども、こういったですね梅雨時期には予防のためにこういった殺菌剤をね撒いておくっていうのも一つの方法だと思います。今回はですね、ハエトリソウをテーマにお話ししましたけども、他の食虫植物にも共通するお話だったと思います。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなと思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも食虫植物に関するいろんな動画を上げていきますので、またぜひご覧になってください。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。よろしくお願いします。